何やってんの？笑顔で癒しをですね。まったく癒されんわ。ところで、レイムさん。好きなゲームメーカーとかあります？どうした？突然。コナミとかカプコンとか色々あるけど。私はナムコが大好きです。何のために聞いたのかな？今日はですね、X68000 で発売されている、ナムコのアーケード移植作品を紹介しようと思うんだぜ。移植作品といっても、開発、販売ともに、ナムコではなく、すべて電波新聞社、または SPS によるものです。調べたところ、全部で17タイトルありました。もしかしたら見落としがあるかもしれませんが、発売順に、駆け足で紹介していきます。それではチェックだー。怒られるよ。古き良き日本のゲーム界を牽引してきた開発メーカー。その代表的存在のナムコ。果たして、みんなの思い出のゲームは入ってるかな？ナンバー17。ボスコニアン。今、ファイトを、と聞こえたそこのあなた。大丈夫、あなた一人じゃありません。ちなみに、ブラストーフが正解のようです。X68000 版では、アレンジ BGM の実装や、パワーアップ要素のあるアレンジ版が収録されているよ。ナンバー16。源平島マデン。言わずと知れた、アーケードの名作。これを家で遊びたいがために、X68000 の購入を決意したユーザーも少なからず存在するはず。移植度は、ほぼ完璧のレベルで、マニアも納得の一品。これで勝ったと思うなよ。ナンバー15。イスターの復活。ドルアーガの塔の続編で、今度は塔から脱出することが目的。2つのレバーで、個別に、階とギルを操作できるが、基本は、階を操作し、ギルは置き去りで構わない。ドルアーガの塔と同様、システムが難解なため、万人にはおすすめできないかもしれない。ナンバー14。ドラゴンスピリット。X68000 版では、アーケードのようなアスペクト比を選択できるほか、ニュー、オールドバージョンを自由に選択できる。また、午前0時から1時の間の起動は、ロード画面が変化するなどの遊び心が加えられている。特筆すべきはサウンドドライバーで、アーケードの FM 音源がそのまま再生され、一部ドラムなどがステレオ化されている。ナンバー13。ゼビウス。ナムコの出世作の一つ。このゲームほど多機種にわたって移植された作品は他にはないかもしれない。キャッチコピーのプレイするたびに謎が深まる。との通り、隠し要素がたくさん存在している。また、当時、多機種では再現が不可能だったアンダージェネシスも見事に再現されている。ナンバー12。パックマニア。パックマンをクォータービュー視点でアレンジした作品。今作では、なんと、ジャンプで敵をかわせるようになったよ。X68000 版のパックマニアは、おまけで、初代パックマンがついてきます。ナンバー11。モトス。モトスは、簡単に言うと、おはじき。すべての敵を、弾いて、場外へ押し出せばクリア。ルールは簡単。ルールが、簡単な分、パワーアップアイテムや、ギミック、敵の動きのアルゴリズムなど、随所にナムコらしさを感じることができます。X68000 のゲームのほとんどが、シャープの OS、9万、特8形状で動いているのですが、本作は、
OS ごと開発し、ロード時間を短縮したとのことです。ナンバー10。ギャラが AP8。アーケード版の移植モードの他に、X68000 アレンジモードも収録されている。アレンジモードのボーナスステージでは、往年のナムコのキャラクターなどが登場する。ナンバー9。プロテニスワールドコート。こちらの作品は、ファミコンのファミリーテニス、および PC エンジンのワールドコートをアーケードへ逆移植した作品を、さらに移植した作品となっています。元が家庭用コンソール向けに作られていた作品ですので、アーケード版 X68000 版は全く別物になっています。ナンバー8。プロ野球ワールドスタジアム。こちらの作品もワールドコートと同様にファミコン版および PC エンジン版をアーケードへ逆移植した作品をさらに移植した作品となっています。こちらの作品もワールドコートと同じで、アーケード版 X68000 版は家庭用コンソール版とは別物になっています。ナンバー7。メルヘン・メイズ。不思議の国のアリスを題材としたクォータービュー視点のアクションシューティングゲーム。ポップで可愛らしいグラフィックとは裏腹に難易度は高めのゲーム内容。X68000 版はアーケードに忠実な移植作品となっています。移植にあたってアーケード版の開発メンバーがアドバイザー的に開発に加わっていたとのことです。ナンバー6。リブルダブル。リブルダブルは2つのレバーで赤と青のカーソル、リブルとラブルを操作して全てのキノコを取り囲んでクリアとなるゲームで、数多くのナムコらしい味付けで奥深いゲーム内容になっています。また、日本のコンピュータゲームで初めて CPU に68000を採用した作品とのことです。ナンバー5。ドラゴンバスター。ドラゴンバスターはタイトル名からもわかる通り、ドラゴン退治を目的とした RPG 風アクションゲーム。この時代のナムコのゲームは共通して世界観や耳に残るサウンドなどが素晴らしく、本作も例外ではありません。X68000 版で遊ぶ場合は環境によってオプションにて8方向レバーに設定しないと思い通りに操作できないかもしれません。ナンバー4。スターラスター。スターラスターはファミコンで発売されているスターラスターのアレンジ移植で、オリジナルのファミコン版も収録されています。3D シューティングにリアルタイムシミュレーションを融合したゲーム内容で、2020年の今遊んでも十分楽しめる作品です。ワールドマップ上でリアルタイムに移動する敵や時期に対して故障や修理などが必要になるなど、現在のゲームと変わらないゲームシステムが35年前に完成していたことに驚きしかありません。ナンバー3。バックランド。バックランドはバックマンを主人公にした横スクロールアクションゲーム。ファミコン版のキャラの小ささに衝撃を受けた方も多いはず。ファミコン版の後に両移植の PC エンジン版が発売されました。X68000 版はほぼ末期に発売されたため、
コレクターズアイテム的な存在になってしまいましたが、アーケードに忠実な移植となっております。ナンバー2、ディグダグ。X68000 パンディグダグは、起動時にドライブ0で起動すると、ディグダグ、ドライブ1で起動すると、ディグダグ2という仕様になっています。こちらも、X68000 末期に発売されたタイトルで、完全移植版のコレクターズアイテム的な存在だと思います。多くの機種に移植され、有名タイトルなので、コメントは割愛させていただきます。ナンバー1、バラデューク。電波新聞社のビデオゲームアンソロジー最後の作品にして、X68000 最後のナムコの作品です。1985年の登場時のキャッチコピーは不気味が気持ちいいでした。当時はバイオハザードのようなゲームは登場しておらず、ゲームでのグロテスクでホラーチックなイメージを表現した異色の作品でした。以降、セガなどからエイリアンシンドローム等のグロテスクな描画のゲームが登場するようになりました。以上、X68000 で発売されていたナムコの作品でした。はい、というわけでですね。ランクじゃない王国、いかがでしたか？完全にテレビ番組のモノマネじゃないか。何言ってんすか？人聞きが悪い。ランキングとか一切してませんから。もうええわ。